皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は東方プロジェクトのパロディの秘密について解説しますよ。東方プロジェクトというと、いろんな要素を組み込まれた作品だから一体どんなパロディがあるのかすごく気になるよ。非常に面白いものがあったり、キャラにとって超重要要素だったりと、見逃すと大損なのでお楽しみに。それでは早速授業開始です。それではまずはじめに紹介する、東方プロジェクトパロディは、東方高魔教の5面6面ボスによるジョジョの奇妙な冒険のパロディです。やっぱりまず最初はこのパロディだよね。まず5面ボスを務めるのはイザヨイ咲夜。咲夜は、悪魔の住む館と呼ばれる高魔館に住む唯一の人間にして、メイドたちのリーダー。咲夜はナイフ投げを得意としていて、弾幕にはナイフを使用します。この大量のナイフをばらまくわけですが、その後はナイフの行方を知っていますか？そういえば、あんな大量のナイフどこに行くんだろう？アンパンマンの顔みたいに消えていくとか？意外なところでパロディが？実は咲夜は時を止めて、わざわざナイフを回収しているんですよ。あれ私たちが時を止められている間にわざわざ回収してたのかい？咲夜の能力は時を止めると言いましたが、時間を操る程度の能力は時を止めるだけではなく、空間もいじることができます。空間と時空は密接に繋がっていて、応用すればどちらかをいじれば時空または空間をいじることができるんですよ。そんなチートすぎる能力者の咲夜が使うスペルカードに、ザワールドというかっこいいスペルカードがあります。ザワールドってどこかで聞いたことあるよ。そう、このザワールドは漫画ジョジョの奇妙な冒険第3部スターダストクルセイダースの登場人物ディオの持つスタンドの名前ですね。スタンド特有の能力として時間停止、止まった時の中を動くことができるのです。咲夜と全く同じでチート能力じゃん。そうなんですよ。この能力を使えばパンチラし放題。レイムさんの突然下ネタを吐く程度の能力だけはオマージュされないでほしい。同じタイプのスタンドを持つ者以外は時が止まっている間のあらゆる動きを認識できないため、時が動き出した瞬間に自分が移動することが可能。ディオはこれを使って主人公のジョータロウの周りにナイフをばらまき串刺しを試みます。これはさらに元ネタのドラキュラ公ことブラド・セペシから来ているんですよ。そのブラド・セペシって一体誰なんだ？彼は吸血鬼ドラキュラと呼ばれていて、日本ではしばしばブラド・セペシと呼ばれるのですが、セペシュは姓でもミドルネームでもなく、串刺し工、原義では串刺しにするものを意味するルーマニア語の異名なんですよ。すなわちドラキュラと同様にニックネームであって、名前は単にブラドなんですよ。串刺し工の由来は、ワラキア領内での粛清はオスマン帝国軍のみならず自国の貴族や民も数多く串刺しにして処刑したと伝えられていることからです。なるほど、吸血鬼のディオも時を止めてナイフで串刺しを図ったもんな。そう、そして昨夜のザワールドも時を止めている間にナイフをばらまくという全く同じことを成し遂げているのです。ディオのザワールド見た後に昨夜のザワールド見るの面白そう。また東方暴月賞で昨夜が時間をいじろうとするときに、いざ私の世界へ、という名言を残しているのですが、これもおそらくディオのパロディで、我が、止まった時の世界に、という名言から来ているのかと。へえ、そんなところにもパロディが、他にも探すとパロディがありそうだな。そしてドラキュラの要素を引き継がれたのが高魔館の主人であるレミリア・スカーレット。500年以上生きているのですが、外見はかなり幼く、10歳前後といったところ、子供っぽく小食でもあり、失血死するほど人から血が吸えず、その割には大量の血液をこぼして服を真っ赤に染めるためスカーレットデビルと呼ばれていますよ。さすがはタンポポ苦いというだけあるぜ。そんなレミリアがディオの名言をパロディしたことがあります。それがこちら。マリサ、お前、あれだろ？ほら日光とか臭い野菜とか、銀のあれとか、夜の支配者なのに、なぜか弱点の多いという。レミリア、そうよ、病弱っ子なのよ。面白そうだな。やっぱ飲むのか、あれ。当たり前じゃない？私は小食でいつも残すけどね。今まで何人の血を吸ってきた？あなたは今まで食べてきたパンの枚数を覚えてるの？ 13 枚。私は和食ですわ。見た目魔法使いなのにマリサ派和食派なのね。これはディオのお前は今まで食ったパンの枚数を覚えているのか？のオマージュですね。へえ、それってディオの名言だったんだ。一体どんな感じで使われたの？こちらはジョジョの奇妙な冒険第1部ファントムブラッドに出てくるディオブランドーの名セリフの一つで、ジョナサンとの戦いで大怪我を負っていたはずのディオが数日で完全に完治。となると大量の人間の血を吸ったのが予想されますよね。そう察したセペリは、怒りを抑えながらディオに聞いたのです。貴様、一体何人の生命をその傷のために吸い取った？それに対するディオの返事が、お前は今まで食ったパンの枚数を覚えているのか？と言ったんですよ。しかしマリサは見た目に似合わず和食派でパンの枚数は13枚と答えることができました。あったからレミリアがずっと無表情だったのね。ちなみに、東方ロストワードのマリサはこの13枚のパンの名言をオマージュしていますよ。なんか不吉な数字って言ってたよな。13は、西洋において最も忌避される意味数なんですよ。なるほどだから不吉と言っていたのか。オマージュが広がってさらに面白いものができるのが、東方プロジェクトの魅力の一つですね。
ちなみに私はミランダカーさんのオマージュです。ミランダカーさんが突然下ネタを吐く程度の能力なわけないでしょ。それでは次に紹介する、パロディは八雲ゆかりによるゴジラのパロディです。ゴジラのパロディって想像つかないんだが、八雲ゆかりは幻想郷サイコさんの妖怪にして大妖怪。さらに幻想郷の賢者であるゆかりの能力は境界を操る程度の能力。また幻想郷演技での説明によれば、これは全ての物事を根底から覆す能力とのこと。この能力で別の世界の霊夢さんに入れ替えてほしいっす。またゆかりは自身の上半身と下半身を分割して相手に襲いかかるなど、能力の応用範囲にはゆかり自身の体も含まれていますね。境界を介してチェンと猫じゃらしで遊ぶといったお茶目な勝利シーンも見られますよ。可愛すぎて避けちゃいそう。また、攻撃手段としては隙間から道路標識といったものをどこからともなく召喚させて攻撃に応用していますね。なんで道路標識とか使ってるの？道路標識などの漂流物を使う理由としては、外の世界の役に立たないものとしてのイメージからとのことです。幻想郷に入っても影響がないものってことね。相変わらずの設定の濃さだな。そんな境界を操る八雲ゆかりのスペルカードである廃線ぶらり廃駅下車の旅にて古き良き電車が登場。ちなみに、召喚される電車のグラフィックは長野電鉄木島線3500系という実在する車両がモデルなんですよ。前回の乗り物シリーズで登場したけど、とんでもない弾幕だよな。この技は東宝プロジェクト第 10.5 弾となる作品で、2008年5月に頒布された東宝奇想展で登場した歴代の中でもぶっ飛んだスペルカードでした。そして月日は流れ2016年。この技と似たようなことが同じまさかの東宝の映画で登場することになるのですよ。2016年のゴジラといえば、そう、ゴジラ映画29作目シンゴジラ。パロディした場面としては、最終版で計画されたヤシオリ作戦で、矢口蘭道ら巨最大メンバーの奮闘、里見祐介首相代理の政治努力、諸外国の研究機関とフランス政府の協力により、核攻撃のタイムリミットギリギリになって予定量の血液凝固剤の生産することに成功。そしてゴジラに血液凝固剤を経口投与し、体内原子炉をスクラムさせることによって凍結するヤシオリ作戦が発動。ヤシオリってどういうことなの？なんでも、ヤシオリの意味とは、日本の神話に登場するヤマタノオロチを倒すために使ったお酒の名前なのだとか。へえ、そういう意味があったんだ。血液凝固剤を注入するにはゴジラを横転させなければならない。そのため JR 各路線、山手線、中央線、京浜東北線の無人車両が爆弾を乗っけて再突撃します。ゴジラの足元からは大爆発が起こり、合わせて頭上からの瓦礫が雪崩のようにゴジラにのしかかります。再び、倒れ込んだゴジラの口の中に血液凝固剤と活動抑制剤をぶち込むという流れでゆかりのぶらり廃駅下車の旅にそっくりな作戦が立てられました。運命を仕組まれた電車たち。黄昏のシナリオ通りにね、このヤシオリ作戦で登場した電車爆弾の名前は無人在来線爆弾。そして月日が流れ、2017年に、東方憑依花で公式がそれにあやかり無人配線車両爆弾として登場させたのです。そっくりだしクオリティ高すぎじゃないか。憑依花での無人配線車両爆弾は列車が突っ込んでそのまま爆発するという、ゴジラを転ばせるほどなのでその威力は凄まじく、相手の体力の半分くらいは持っていくほどの威力ですね。色からして配線ぶらり廃駅下車の旅とは別の路線の列車になりました。これはおそらく、ヤシオリ作戦で使われた電車のカラーを混ぜたものですね。本当だ、シンゴジラではオレンジと緑のカラーの電車を使っていて、ゆかりの召喚した電車もオレンジと緑のラインが入った電車になっているな。まさかこんな形でパロディになるとは運命的すぎるぜ。これは激アツすぎるパロディですよね。それにしてもシンゴジラと憑依花の期間ってそんなに長くないのによく組み込んでくれたよな。これはまさに、ゴジラより怖いのは私たち人間ね。それでは次に紹介するパロディは、マリサが言った動くと撃つ、間違えた。撃つと動くだ、今すぐ動く、の元ネタです。弾幕はパワーだぜの次に有名と言ってもいい。この名言も名台詞はパロディだったの。こちらのセリフは東方栄や小4面ボスでのセリフです。月が満月にならず、一歩手前でずっと道かけしない。困った妖怪はしかし自分だけ動くのも面倒なので、人間を伴って出かけていく。ただし今夜中に解決できるよう、時間を遅くしながらというもの。そのため調査に乗り出した各チームたち、異変の現状に近づくとマリサに遭遇。マリサは出会った時期たちの仕業で起きた異変と思い、追いかけてきたようです。その時に言ったセリフが、動くと撃つ、間違えた。撃つと動くだ。今すぐ動く。この名言はマスタースパークのように、芯がまっすぐなマリサらしいセリフだよな。それで一体このセリフは何のオマージュなの？これは高橋陽海さんの漫画無限紳士の書かし手で、主人公夢玄馬実なりが発したセリフが元ネタです。1920年代後半の東京を主な舞台とする怪奇漫画、猟奇的な表現やナンセンス、ユーモアを交えながら、少年探偵無限間宮が怪奇事件に挑む姿を描くというもの。おいおい、ストーリーがめっちゃ東宝プロジェクトっぽいな。さらにこの漫画のストーリーは、
女性の顔を生きながらにして剥ぐ顔泥棒がいた。持ち主の枕元に化け物が現れる使い魔の壺。美しき青蛇夫人に見入られ、失踪した部男。デートを騒がす怪奇事件に対し、警察は何の手も打てずにいた。急した江戸川警部が嫌々ながらも頼るのは、黒ずくめの少年探偵無限間宮だった。間宮は無邪気な笑顔に皮肉たっぷりの軽口、そして小型拳銃や精神官能の力を駆使し、デートの猟奇事件や旅先の怪奇を解決していく。ビビったぜ。性格も名前も霧雨マリサそっくりじゃないか。マリサというと元ネタがあまりにも謎だったのですが、この名台詞をたどるとなんとマリサの元ネタがわかるようになっていたのです。これはびっくらこいたぜ。それで、マリサの元ネタの無限紳士の主人公である、無限間宮のセリフはどんな感じなんだ？打つと動く、元い、動くと打つだというものになっています。やはりそっくりな名言となっていますね。マリサの場合はこれの逆になっているわけね。ちなみに、2001年に配布された周想玉のエクストラでもマリサが打つと動くを使っていますよ。あの名セリフの元ネタをたどるとまさかマリサの元ネタに出会えるなんてすごく面白かったぜ。映画賞はもともと最後の予定だったので、ズンさんの好きな名言を入れたのではと思われます。私たちもマリサの今すぐ動くをパロディしていきたいところですね。ということで、次に紹介するパロディは冷戦によるムーミンのパロディです。ムーミンのパロディとか想像つかないよ。このパロディの裏話はあまりにも S すぎるのでお楽しみに。ムーミンのパロディで言って一体どういうこと？まず冷戦は永遠帝で暮らす月のウサギで、薬師の矢心栄林の弟子でもあるんですよ。もともとは月に住む月のウサギだったんだが、現在は月から逃げ出して幻想郷にある永遠帝で暮らしているんだぜ。ちなみに東方暴月賞で登場した冷戦は別人ですよ。月の都に住む玉都で渡月姉妹のペット犬部下で、冷戦の名前を継いでおり2代目となっています。だから地上にいる冷戦と同じ名前だったんだ。冷戦はもともとは月で餅をつく役割についていました。これは浄化の食材のために行われる儀式的なもので、延々と続く無意味な単調作業に嫌気がさし、月の羽衣を使用して地上に逃亡しました。まさか月のウサギが餅をついていた理由があまりにも奴隷すぎたんだ。それは逃げ出したくもなるよ。このように月のウサギは餅つきをよく行うようで、調査部隊であるセイランやリンゴも団子屋を開くほど団子をつくことが得意なようですね。そして冷戦うどん芸人稲葉も例外ではなく、東方神秘録のオカルトアタックの、見たらクルーゾでは冷戦の餅つきを披露。なんかニョロニョロしているやつが出てきてる。そうなんです。これこそがムーミンのパロディなんですよ。その名もニョロニョロ。ムーミンはいろんなバージョンがありますが、ムーミンの原点である小説はシリーズで9冊の本がリリースされました。大人も子供も楽しめる奥深い魅力があります。1954年、イギリスの夕刊誌イブニングニューズにて、ムーミンコミックスの連載が開始。1960年以降は東部から弟のラルスが執筆を引き継ぎ、1975年まで続きました。白くて丸々として、大きな花を持つムーミン一家が物語の主人公なんだよね。好奇心旺盛なムーミントロール、冒険家で小説家のムーミンパパ、おおらかで愛情深いムーミンママの3人が、個性的な友人たちと楽しい冒険を繰り広げるという世界で人気の物語ですね。それでムーミンのニョロニョロとはどういうものなの？公式的には大きな群れで永遠にさまよい続ける、物言わぬ生き物、地平線を目指して旅をし、その旅は終わることがありませんとのこと。ちなみに、ニョロニョロの外観上の特徴は、真っ白で細長い体に2つの大きい目と体の両側にある手です。冷戦の餅つきで出したものとそっくりだ。手には4、5本の指があり、足は菌類のような不規則な形をしています。目の色は空の状況によって変わるそうですよ。また今話題のオタキングこと岡田敏夫先生がこのニョロニョロについて解説されました。知ってる。サイコパスの人生相談で、超有名でアニメゲームの制作会社ガイナックスを設立したすごい人だよな。その岡田先生によると、ニョロニョロはなんと、ムーミン谷の性的なエネルギーを表しているとのこと。あの形は男性器などといったものを連想させるものなようですね。そうだったの？確かに見た感じ少しエッな感じがするよな。でもなんで冷戦とニョロニョロなの？冷戦といえば、愛くるしい見た目で大人気のウサギですよね。ウサギは寂しすぎると死んでしまうという噂があったりと、思わず守ってあげたくなる可愛さだよな。そんなウサギは実は性欲が非常に強く、メスのウサギは交尾を行うと排卵されるようになっていて、とても妊娠しやすく、それに加えて1回の出産で多い時には10匹程度も産むようでかなり性欲が強い生き物なんですよ。もちろんオスも性欲が強い。あんな可愛らしい見た目のウサギってそうだったの？ほら、マリサさんもよく見る成人向け雑誌として有名なプレイボーイのロゴはウサギを強い性欲の象徴として採用したことが由来らしいです。それレイムさんでしょうが。マリサさんが家でよく着るバニーガールもそうですね。
まさかの性的つながりでムーミンのニョロニョロがパロディとして使われたってことかよ。これはある意味神展開すぎるパロディだな。ムーミンのニョロニョロの設定をあやかれば、冷戦の作った餅のニョロニョロはなかなかの動き具合なので非常に性欲があるのではと。これは二次創作がはかどりますな。それでは次に紹介する、パロディはスクナ神妙丸によるサザエさんのパロディです。また意外なパロディが出たな。スクナ神妙丸は一寸法師の末裔の商人、東方神霊廟のうちでの小槌を使った異変の実行犯でもあります。と入っても過去のことを知らないため、もともとうちでの小槌の存在を知らなかったのです。天のサグメから生まれたとされる天の弱の聖者に異様に使われたんだよな。彼女の特徴といえば、その小ささと、薄紫色のショートヘアにお椀または船にしているお椀の蓋をかぶっているところですよね。先祖は日本人なら誰でも知っているであろう昔話で登場する一寸法師。彼はお椀の船と橋の海で旅に出ていたよな。お椀の中に入り長身を武器に戦うスタイルのため、一部では発売前から世界一可愛い味噌汁の具とネタで言われていました。確かに世界一可愛い具だね。そんな可愛らしい神妙丸の勝利シーンは、頭に被ったお椀の蓋と乗っているお椀本体から出てきてお尻フリフリという可愛らしい演出が、この演出日曜日の18時半にいつも見ている気が。そう、サザエさんの玉がオープニングシーンでフルーツから出てきてお尻フリフリするシーンのパロディですね。めっちゃ可愛いけど、なかなか攻めたな。蓋を持ち上げている感じとかそっくりですよね。でもどっちかというと小人族で小さいし、名前が少な神妙丸なら、日曜日18時のちびまる子ちゃんの方が合ってない？では次回から麦わら帽子をかぶって腕を伸ばしましょう。それは日曜日朝のアニメや。さて次に紹介するパロディは、東方神秘録のストーリーによるドラゴンボールのパロディです。うすうす気づいていたけど、ストーリーからパロディるのはびっくりした。東方神秘録で登場したキーアイテムであるオカルトボール。どう考えてもドラゴンボールやないか。こちらは東方プロジェクトに登場するアイテムであり、東方神秘録のゲームシステムの一つ。アイテムとしてはストーリーの中心部分に関わる重要なものであり、ゲームシステムとしてはゲームとしての神秘録の個性の一つでもあるという神秘録全体に深く関係した摩訶不思議なボールですね。さらにややこしくなるからやめとけ。格ゲー作品もとい小数点作品は本編のようにマリサが担当するわけではなく、その作品のキーマークが使われています。神秘録もこのオカルトボールが使われていて、重要性を表しているんだよな。オカルトボールは神秘録以前から幻想郷及び幻想郷に関わったスミレコを通して多様な影響を与えていました。オカルトボールは神秘録では集めると願いが叶うなどの噂が流されていました。これで気づいた人はお見事です。そう、これはドラゴンボールが元ネタです。いやだいぶ前からみんな知ってた。ドラゴンボールというと、全部で7つあるオレンジ色の半透明の玉で、中には赤い星が入っていて、まさに神秘的な輝きを放ちながら光っています。そして現在も続いているドラゴンボール超でも登場し、第6、第7宇宙にあるというスーパードラゴンボールは惑星ほどもある超巨大なもの。ドラゴンボールの前日談にあたる銀河パトロールジャコ最終回では、ブルマが地球に存在しない物質なので、宇宙からやってきたものだと推理しているんですよ。そしてこのオカルトボールも幻想郷からできたものではなく、外の世界から作られたもの。ほう、ドラゴンボールとストーリーが繋がっているんだな。オカルトボールはパワーを貯める性質を持っていて、今作の異変者である宇佐美スミレコは、幻想郷に自由に行き来できるようになるために、このパワーを集めるべくオカルトボールを幻想郷に投じ、その機会を待っていました。そしてオカルトボールの戦いの勝者の方に集まる習性から、トーナメントのようなものとなっているんですよ。このことからドラゴンボールでいうところの天下一武道会の要素も取り入れたのではと思われますね。なるほど、ドラゴンボールといえば天下一武道会だもんな。ただパロディをするだけではなくてその漫画を尊重してストーリーを作っているところ素晴らしいですよね。また前々回の可愛すぎてにやける名言で言った、読平坂のオカルトボールがあるのですが、読平坂はイザナギなどの日本神話の根幹に関わっているのです。そして、前回に言った異名玉に使われるイザナギオブジェクトに大きな関わりがあるのではないかと考えられますね。本当だ。ちゃんと話が繋がっていて面白いな。それではラストに紹介するパロディは、東方強欲異文の新たに追加されたストーリーでのドラえもんのパロディです。東方はドラえもんのパロディはちょこちょこあるけど、強欲異文の追加ストーリーでもあったんだ。それは東鉄ユーマがマダラオキナと対面した時、その時にオキナがあまりにも謎すぎる能力の、あらゆるものの背中に扉を作る程度の能力の説明をした時です。ついにこの謎の能力の詳細が分かったんだ。しかもパロディで。ちなみに東鉄とオキナが出会う第8章のタイトルが、そうだ、すべてを秘密に返そうとなっていて、JR 東海の京都観光のキャッチコピー、
そうだ京都行こう、のパロディとなっているのではと思われますね。絶賛地の池地獄の観光ツアー中だったからね。ということはそのショーでパロディが2つもあったのかい？ユーマが背中の扉について問うと、沖縄が説明しました。誰も見られていない時に好きな場所に移動できる扉です。いわばどこでもドアですよ。と説明されました。漢字にしてるけどほぼそのまんまやないか。幻想郷にドラえもんの存在はおそらくないと思うので、私たちプレイヤーがわかるメタ的なジョークでしょうね。しかしこのセリフは非常に重要で、幻想郷の賢者の一人である沖縄の能力の詳細がわかるのです。なるほど、元ネタの詳細をたどれば、沖縄の能力がわかるってことか。どこでもドアというと、遠くの街に一瞬で行けるのはもちろん、作品によっては宇宙の果てまでどこでもドアでたどり着けるほどの長距離を一瞬で移動することが可能です。創世セットで作った別の宇宙に存在する地球型惑星や、ゲームブックの中の世界、物語トンネルで入り込んだ架空の物語の世界などでも自由に移動することができていますよ。ほう、架空の世界の移動も可能だなんてゆかりの境界線を操る程度の能力に似ているな。またタイムマシンの出口とドアの出口をつなぐことで、空間移動と時間移動を同時に行うことはできるとのこと。なので、ゆかりの能力と合わせればどこでもドアとタイムマシンのように空間移動と時間移動を同時に行うことはできるのではと思われますね。それ超絶重要設定なのでは？これはまたいろんな考察ができてしまうので今回はしませんが、また深掘りしていきたい内容ですよ。パロディの元ネタの秘密を探るとそのキャラの秘密もわかるから確かめていきたいな。また東宝は元ネタを尊重してさらに素晴らしいオリジナルに作り上げているところが素敵ですね。それでは今回の授業はここまでです。視聴者さんがしてほしいパロディがあれば教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。